はい、こんにちは。ですね、新型コロナウイルスが怖くて、撮影もちょっと一人で行おうかなと思って、なんかね、久しぶりに、カメラに向かって一人で喋るっていうのはなんかすごい恥ずかしくて、非常にやりにくいんですけど、ちょっと頑張っていこうかなと思います。はい、今日はですね、視聴者リクエストがありまして、ちょっとお悩み相談みたいなのを受けておりますので、読み上げてまいろうかなと思います。これ多分、6段の1段の話だと思うんですけど、じゃじゃじゃーんから竿の低いところに行って、竿のハイポジションかな。で、また戻ってくると、4の壺より人差し指が低いところにずれてしまいます。人差し指が押さえられなくなってしまいます。人差し指と薬指の間隔が狭くなってしまって、広げることができない状況です。下に進むと、またハイポジション。竿を持つ左手の角度がより直角になって上に上がると肘を上げて手が垂れ下がった形、手の角度が鋭角になって、斜めからツボを押す形になります。人差し指の腹で押さえられずに爪の横側で押さえてしまいます。この場所に近づくとプレッシャーがかかって慌ててしまいます。はい、ということなんですけど、ちょっと要点整理していきますと、要はハイポジションからローポジションに戻った時に、フォームチェンジがうまく行われずに次のフレーズに移れないっていうことと、肘の角度かな、腕の角度の使い方が何が正解かなっていうところの、2点が大きく問題になってるのかなっていう感じです。その三味線の左手のフォームっていうのは何が正しいのかなっていうのは、左手を制するものは三味線を制すの回で結構序盤に大きく分けて3つローポジション34とか46とかの、いわゆるはい三味線を構えてっていった時の左手のフォーム、人差し指が3、薬指が4押さえてる時の形で、それから2つ目が1の糸だけをこう移動してる時、人差し指全然使わないからもうほぼもう輪っかみたいな感じでこうやってギャーって移動してる感じで、それから3の糸だけをこう爪で押さえていくっていう。でこの、フォームが大まかに3つあって、それはそこで説明してるから、基本的には省略ちょっとさせていただきます。で問題はこの3つを、実際のフレーズでどういうタイミングで使い分けていくかっていうところが大きいのかなと思ってて、それがちょっと切り替えのタイミングが分かんなくて次のフレーズに移れないのかなっていうふうに思えます。実際じゃあどういうふうに変えていくか。1段でやってみると、1の糸この輪っかのこう感覚とかどうでもいいよっていう、薬指だけでこう押さえていく。で次もう1の糸のこうローポジションに移ってってこういわゆるそのフォーム1のパターンにこう移っていくときに、このフォーム2っていうかな、その1の糸を押さえるフォームからローポジションのフォームに変えていかなきゃいけない。でそのタイミングが僕だったらね、このタイミング6から4に行きましたってなった時にこのフォームになってる状態。多分このリクエストいただいた方っていうのは多分1のタララタタッタって入らなきゃいけないのにまだこのフォームになってて、これが人差し指が低い位置にずれちゃってて感覚が広がらないってことなのかなって思います。なので、もしくはこのもう6からこういうフォームでもいいのかなみたいな。こういう状態か、ここで4いった時に。だからちょっとフォームチェンジのタイミングをしっかりこう早く見極めて、もうそろそろ4来そうだなと思ったらフォーム1にパッて切り替えるっていうのが一つ解決策かな。でこれはその3の糸から3の糸の高音から低音に返ってくる時も一緒。この時にフォーム1の状態にしておく。6と4の間隔でだいたい4と3の間隔と一緒だから、もうこの辺からもう切り替えちゃっていいのかなと思います。下手したらもう9
とかもかなりもう間隔が広いから、あんまりその爪で押さえるってことにこだわってると間隔が広がりづらいから、もうちょっと僕手大きいから広げすぎちゃうけど、もうこの6、9の時点でこういうローポジション、フォーム1のフォームチェンジしちゃってもいいのかなって感じです。あんまり爪で押さえてるってこのフォーム3、この3の糸を押さえるやつにこだわりすぎてると、もうずっと爪が立ってて全然薬指が届かないとかっていう感じになっちゃうので、しっかりこのフォーム1にパッて切り替えるっていうのがフォームチェンジの、コツかなと思います。はい。で、2つ目の問題がその腕の角度が気になりますってことなんですけど、ローポジションは鋭角になってって、多分ここのことかな、その竿と腕の角度が鋭角になってる。で、ハイポジションの方行くと、ほぼ直角になってるっていう、竿と腕が90度になってるっていう状態で、これはね全然いいと思います。で、肘の角度っていうかこの脇の開き具合っていうか、これはねそんな気にしなくてよくて、大事なのはどこのツボ行っててもその人差し指と薬指、あるいは中指とかのツボを押さえるパワーバランスが常に 50-50 になってるか。例えばローポジションで3押さえる4押さえるって言って今2つの指でそれぞれのツボを押さえてる時に、手首の角度こうやって出ちゃうと薬指がちょっと強くなって、今度逆にこうベチャってなると人差し指がちょっと強くなっちゃう。この手の角度で押さえる力のバランスが変わっちゃうのが良くない。だいたい3と4を同じバランスで押さえようっていうふうにこうやって探していくとだいたいまっすぐになる。多少これぐらいは誤差あるかもしれないけど、こうなったりこうなったりっていうのはならない。どっちかの指がちょっと浮きかけちゃうので、バランスがいい押さえ方ってなると大体この辺かなって感じで、これはハイポジションも一緒。人差し指中指ってなって、これがこうでもなくこうでもなく、だいたい両方の指に同じぐらいの力が入るかなっていうところを探すと、だいたい手首まっすぐになるかなっていう感じなので、この脇の開き具合とか肘のこの腕の角度とかにこだわるっていうよりは、だいたい手首がまっすぐになって、なんならね手首の角度もこだわらずに、とにかくその2つの指、人差し指と薬指とか人差し指と中指、2つの指が2つのツボをそれぞれ押さえて、同じパワーバランスで押さえられるところ、押さえられる角度っていうのを気にしてあげる。やっぱり最終的にその指先がやっぱツボを押さえてるわけだから、そこのバランスをすごく感じ取ってあげないといけないかなっていう感じです。だから先ほどの質問内容見て、ハイポジションでは直角になって、ローポジションで鋭角になる。これは当たり前かなと思います。だからそんなに腕の角度はこだわらなくていいのかなと思います。だから今回大事なのはフォームチェンジのタイミング。次の、フォームチェンジを事前にしとかないと次のフレーズに移れない、スムーズに切り替われないっていうところだと思うので、フォームのこの3種類、ローポジションのやつ、1の糸だけ押さえるやつ、3の糸だけ押さえるやつ、この3つをそれぞれ適切なところで切り替えていくっていうのが大事だと思います。はい。じゃあ今回は、そんなところで、フォームチェンジのちょっと練習を頑張ってみてください。ありがとうございました。はい、お知らせです。会を持つ先生やサークルのリーダーの方々、指導方法に行き詰まりや迷いって感じたことありませんか？私、津軽三味線スペシャルアドバイザーとして数々のワークショップを手掛けております。会や流派の垣根を越えてワークショップを受けたまっておりますので、しがらみなくわからないことを解消していけたらいいなと思っております。ご興味ある方はぜひホームページや SNS からのご連絡をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線レイゼンモデル、フリルバチ、三味線ギクバックといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、Twitter、Facebook のフォローもお願いします。